にちは。今日はですね、革靴磨きながら紹介シリーズかなやるの何回目かなんですけど、ちょっと僕の持ってるコレクションのうち一足をピックアップして喋るってやつです。今日はね、こいつですね。ジョン・ロブです。革靴の王様、キング・オブ・シューズ、ジョン・ロブパリの、ルフィールドっていう靴ですね。シンプルなダービーなんですけど、ジョン・ロブらしさがね出てますね。この靴特徴はね、やっぱここかな。ここ普通ね、こうやって落ちるんですけど、すごい長いんですよね。しかもね、これ結構マニアックなんですけど、この羽の部分って普通こっちのバンプに覆いかぶさるんですよ。でもこれ実はね、バンプ部分が羽に乗っかってるんですよね。結構ね、ジョン・ロブこういうことやるんですよね。外羽と内羽の中間みたいな感じで、ここが特徴的。ここですね。この羽の先端ね、ここ縫い目ないんですよね。これ接着だけでいってますね。さらにここですね。この羽の一番上、これ尖ってますね。角張ってる。こういうの普通やらないんですけどね。ジョン・ロブらしいな。少しね、モードっぽい感じのデザインがね、ここの羽の部分だけでかなり詰め込まれてる感じがしますね。かかとはシームレスヒールですね。っていうやつです。こういうソール、これね、ジョン・ロブ、昔のね、ジョン・ロブの専用ヒール、かっこいいですよね。JL って書いてます。これレザーソールですね。そういう靴ですね。ちょっと磨いたんですけど、結構前に。それから履いてないんですけど、もう一回磨いておこうかなと思います。デリケートクリーム中心で簡単に。ちなみにこの靴は今作ってる茶色の靴、あれミュージアムカーフ使ってるんですけど、これも実はね、ミュージアムカーフなんですよ。若干ね、ムラ感がある黒なんですよね。これグレーと黒のムラみたいな感じで、全然わかんないですね最初の方はもうちょっと分かったんですけどね、もう分からなくなっちゃいましたね。で、僕はミュージアムカーフはこの靴を一足持ってるだけで、茶色のミュージアムカーフとか持ってなくて、で憧れがあったんで、今の一枚革の靴はああいう革を選んだっていうのもありますね。でね、ラスト番号っていうのがジョン・ロブあって、どこのメーカーも結構あるんですけど、ジョン・ロブのラスト番号、これはね、8000番っていうんですよ。一番今スタンダードな7000番かな、なんかあるんですよ、そういうのが。で、8000番は少しこうロングノーズ気味で、つま先が若干スクエアトーみたいな感じですね。もうね、ジョン・ロブのラストって本当にね、かっこいいんですよね。美しいんですけど、でも最近こうずっとね、木型を見つめてると、ジョン・ロブのラストすごいかっこいいんですけど、この既成靴のラストが少し物足りなく感じてくる時があって、あとね、やっぱね、かかとがね大きめなんですよね、イギリスの靴って。なんか日本人はかかとは小さめらしいんですけど、イギリス人に合わせてそういうかかとが少し大きめなのかな。どうもね、あんまり足に合わないんですよ、正直言って。なので最近考えてるのは、これ一回バラしちゃおうかなと思ってますね。バラすっていうのは、ソール取ってウェルトも取って分解してアッパーだけにするっていうことで、何をしたいかっていうと、これは一回全部バラして、もう一回自分で釣り込みからやり直すっていう。もちろんジョン・ロブの8000番ラストはないんで、別なラストでね、アッパーだけを再利用するみたいな感じ。でもそれやるとね、意外といろんな問題が発生するんですよね。やったことはないんですけど、そういう発生しそうな問題はちょっといろいろ分かっているので、実験しつつなんですけどね、やってみようかなと結構本気で考えてます。ちなみに今はデリケートクリーム、ブリフターシのザクリームを塗りまくってます。やっぱり皮がね、スベスベで本当に気持ちいいですね。ちなみにこの靴は007って映画あるじゃないですか。あれのカジノロワイヤルだったかな、ダニエル・クレイグが主演の、あれでダニエル・クレイグが履いてる靴なんですよね。確かそうだったと思います。まさにこのルフィールドが発売されてからなのか、007が履いてからルフィールドが出たのかちょっと分かんないんですけど、そう、映画でね履いてるんですよ。そういうのはいいですよね。007の映画ってやっぱ時計とか車とか、ああいうなんていうか男の好きなもの詰まってるじゃないですか。
そういうのやっぱちゃんとね靴もこだわってるんですよね。その映画の靴でっていうと確かジョージ・クレバリーっていう、これもイギリスのメーカーがあるんですけど、あれはイギリスのキングスマンの映画で使われてましたね。でキングスマンはあれはビスポークテーラー実際に存在してるね、ハンツマンっていうところ、僕イギリス行った時に行ったんですけど、なんかハンツマンの部屋みたいなのがありました。そういうのがこうふっと映画で出てくるとすごいなんか嬉しくなりますよね。なんかね上品なツヤが出ますね。この前のジャコメッティのボコボコのやつはあれはああいう靴なんでいいんですけど、ギラギラじゃないですか。これはなんかしっとりと強く輝くみたいな感じで、これデリケートクリーム塗っただけなんですけどね、さすがこのレベルの革って買おうと思って買えるもんじゃなかったりするんですよね。ジョンロブに卸す革の質と別の会社に卸す革の質って多分違うんですよ。お得意さんにいいものをね先に渡すみたいな、そういうのがあるように、そういう大きな資本を持っているメーカーには質も量もいいものがいくと、そういうことなんで、革はやっぱり使ってラストだけ変えるっていうのをやりたいなと思って。でもね、ラストを変えて釣り込み直してっていうのはね簡単にな話ではなくて、さっき言ってたそういろんな問題があるんですけど、普通型紙を作る時ってそのラストそれぞれに合わせて一から設計するんですよね。でもこのアッパーはもうできてしまってるので、ラストにね合わせて作り直すってことができないんですよ、アッパーは。なのでラストの形状とかも一応考えなきゃいけなくてっていうことをね考えてると、本当にできるのかなっていう気がしてくるんですけど、どうにかやってみたいですね、近いうちに。今磨いてるんですけど、多分磨いても履かないうちに分解しちゃうと思いますだからほどほどにしてきますね。ジョンロブにはねラインがあっていくつか、そのラインっていうのは価格帯とかその手の込みようとかによってこうライン分けがされてるんですけど、この靴はですねプレステージラインって言って、その最高級のグレードなんですよ一応ね。なんですけどやっぱりねフルハンドメイド全て手でやるビスポークに比べるとどうしてもね見劣りするんですよね。もちろん革はすごくいいんですけど、やっぱ作りの面では結局グッドイヤーウェルト製法なので手縫いじゃないんですよね、底付きが機械でやってるので、どれだけ手をこませても限度があるんですよ。手縫いのレベルにはたどり着けなくて、だからそうやって見てるといまいちね足りないんですよ。どこが足りないかというと、まずここ目付けがねもうちょいこうなんていうか風合いを出したいかなっていうのとか、ここベベルドウエスト風ですね。今ベベルドウエストやってるんですけど、これは風なんで本当のベベルドウエストではないですね。だとかこのつま先の釣り込みですね、もうちょっとこうシャープにいきたいとか、かかとのこの丸みとかかかとの形状もねもうちょっとこうエレガントにこうガッと食いつくような形にしたいなとかねそんなことを考えちゃって、そう物足りなくなってきちゃいましたね。僕は修理の経験があるのでジョンロブはバラしたことあるんですけど、やっぱりこの動画でジョンロブをバラしてどんな風になってんのかっていうのはやってみたいなと思ってますね。ちなみにジョンロブを何足かバラしたことあるんですけど、その時の感想はジョンロブに限らずね、エドワード・グリーンとか高級靴のあれをバラした時の感想はしっかりしてんなって感じですね。特に超絶技巧とかをねやるわけじゃないんですけど、堅実にちゃんと作ってあるっていう感じで、修理もねしっかりできる。そうじゃない靴って結構修理ってもう無理やりやらざるを得なかったりするんですよね。どうにか収めるみたいなじゃなくて、やっぱりそういうしっかりした靴は修理をする時のことまで考えてしっかり作ってありますね。やっぱやりやすいし綺麗に仕上がるっていう感じで、ということで漢字の磨きが割と適当になっちゃってますけど、この靴もう一つ問題点があって、つま先の芯がね柔らかいんですよ。実はね今これ表面磨きっぽいことやってるんですけど、履くと少しひび割れちゃうんですよ、光沢の膜が。
つま先の芯も作り直したいっていうそういうのもあって釣り込み直しをやりたいと。はい、というわけで大して光ってなくてちょっと申し訳ないですけど、こんな感じで磨き終わりました。皮がこうちょっと乾いてた感じから戻ったような感じがします。やっぱりこのラストかっこいいですよね。気に入ってるんですけどね。ジョン・ロブ・ルフィールドの紹介と今後の展望みたいなことをね話してみました。ということでね、今やってる Vlog 終わったらか次が終わったらかしょうがないですけど、近いうちにねこの靴をばらして中がどうなってるのか見て、で釣り込みをし直して底付けをしてみたいなそんなことをやりたいので、是非ね靴好きの方そうでない方もチャンネル登録していただけたら嬉しいなと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。